皆さん毎度です。猿頭トリートメントでございます。今回の動画では6月23日に開催された VR ゲームの大発表会 VR ゲームズショーケースで初公開された未発売の新作 VR ゲームだけを全19本まとめて紹介したいと思います。すでに発売済みのゲームや配信中タイトルのアップデート情報は除いて、これから VR で遊べる新作だけをお届けしたいと思います。それでは行ってみましょう。それではまず1本目、銃で撃ち合う人気の対戦型 VR シューターブリーチャーズの制作チームが手掛ける新作ブリーチャーズアウトブレイクです。今回の作品はこれまでの対戦ものとは違って最大4人で協力して遊ぶゾンビサバイバルシューターになっています。プレイヤーは特殊部隊の一員としてゾンビだらけの危険な区域に潜入、感染を食い止めるための重要なサンプルを回収し無事に脱出するのが目的です。マップは毎回ランダムで変化し、遊ぶごとに武器の改造パーツや特殊能力が解放されていく仕組みになっています。制作チームは仲間と体を合わせて生き延びる緊張感を大事にしたとコメントしていて、ホラーとチームプレイがこのゲームの軸になっているようです。しかもこのゲーム VR を持っていない人もパソコンから一緒に参加することができます。 VR 勢とパソコン勢が混じり合って遊べるので気軽に仲間を誘えるのも嬉しいですね。続いてのゲームは体を大きく動かして遊ぶアクションゲームザ・リフテッド・スカイズです。このゲームの最大の特徴は操作のほとんどを実際の体の動きで行うこと。腕を振って走り、腕を上げてジャンプ、攻撃や受け流しも体のジェスチャーで行います。さらに壁を走ったり空を滑るように移動したりとスピード感あふれるアクションを次々と繰り出せます。舞台は全てを飲み込む謎の裂け目が広がる人のいなくなった世界。プレイヤーは追ってくる裂け目から逃げながらそこに潜む生き物たちと戦っていきます。戦いを進めると自分を強くするアイテムや新しく使える能力が手に入ります。これらをうまく組み合わせることでより強い敵にも立ち向かえるようになっていきます。全身を使って世界を駆け抜ける爽快感は VR ならでは。挑むたびに新しい展開が待っている、何度でも飛び込みたくなるような一本です。続いてはほのぼのとした街づくりゲームの VR 版アウトランダーズ VR です。このゲームの元になっているのはパソコンやスマホで人気の街づくり戦略ゲームアウトランダーズ。素朴な人々が自然の中で力を合わせて暮らしを築いていくのんびりとした雰囲気が魅力の作品です。ある人は畑を耕して生き延びようとし、ある人は大きな建物を作ろうと夢を抱く。そんな住民たちを導きながら小さな集落を立派な街へと育てていきます。その人気の街づくりを VR で楽しめるようになったのがこのアウトランダーズ VR です。のんびりした世界で自分だけの街を少しずつ大きくしていく、眺めているだけでも癒されるほのぼのとした一本です。続いては基本無料で遊べるペット収集ゲームノムスターズです。このゲームでは卵を介して可愛いペットたちを集めていきます。卵からどんな子が生まれてくるのかは帰ってみてのお楽しみ。集めたペットはフレンドと交換したり、珍しいペットが手に入った時はフレンドに見せて自慢することもできます。友達と一緒にワイワイ集めて楽しめるほのぼのとした一本です。続いてのゲームはドラゴンになって大空を飛び回る基本無料で遊べるゲームロアーです。プレイヤーは1匹のドラゴンとなって謎に満ちた島々の上空を飛びながら冒険します。道中で敵を倒していくうちにドラゴンは少しずつ成長し、変身できるドラゴンの種類も増えていきます。その姿はどこにでもいる平凡なものからめったにお目にかかれない伝説級まで様々。強いドラゴンになるほどより手強い敵とも渡り合えるようになっていきます。かっこいいドラゴンとなり仲間と共に大空を制する、空を飛ぶ爽快感を存分に味わえる一本です。続いては宇宙を舞台にした銃で戦う協力シューターレイドです。プレイヤーは宇宙にある税関ステーションの職員となってやってくる貨物船をスキャンして検査し、違法な積み荷を積んでいないかを調べていきます。問題のない船はそのまま通しますが、怪しい船を見つけたら取り締まりのために自ら船へ乗り込みます。乗り込んだ船の中で待ち構えているのは海賊やエイリアン。さっきまでの落ち着いた検査とは一転、ここからは銃を手にした激しい戦闘へとなだれ込みます。敵をなぎ倒して船内を制圧し、隠された密輸品を押収すれば報酬をゲット。その報酬で武器を強化すればより手強い相手にも立ち向かっていけます。一人でも最大4人の仲間とでも遊べるので自分のスタイルで楽しめる一本です。続いては仲間と宇宙船を動かして冒険する協力ゲームソルプロトコルです。最大3人で力を合わせ一つの宇宙船を操りながら危険な宇宙を進んでいきます。このゲームの特徴はプレイヤーごとに役割が分かれていること。船全体を指揮する船長、船を操縦するパイロット、砲台で敵を迎え撃つ砲手という3つの担当があり、声を掛け合いながら協力する必要があります。宇宙を進めば敵の宇宙船が次々と襲いかかってきます。戦いの合間には打ち捨てられた宇宙ステーションに降り立って探索する
こともあります。中を探せば船の修理や強化に使える資源が手に入ります。進むコースは毎回変わるので遊ぶたびに新しい展開が待っています。まるで映画やドラマに出てくる宇宙船の乗組員になったような仲間と連携が楽しめる一本です。続いては銃を手に敵をなぎ倒していく一人称シューターの VR 版 I am your beast VR です。元のゲームは2024年にパソコンで発売され、多くのプレイヤーから高い評価を受けています。そんな人気作が今回初めて VR ゲームとして生まれ変わりました。主人公は引退した元諜報員。最後の仕事の依頼を断ったことで、かつての雇い主から命を狙われることになります。そんな中、プレイヤーは広大な北米の荒野を舞台にたった一人で追っ手に立ち向かっていきます。遊べるステージは20以上、どれも短い時間でクリアできる小さなステージになっています。走って滑り込んでよじ登って動き回りながら、その場で拾った武器で敵を倒していきます。ステージごとにクリアタイムが記録されるので、より早いクリアを目指して何度も挑戦したくなるスピード感が魅力の一本です。続いては最大4人で協力して遊ぶシューター、ドリフターズブラックアウトクルーです。舞台は動力を失って深い宇宙に取り残された宇宙船。生き延びるには敵の施設に忍び込んでエネルギーや物資を奪ってくるしかありません。プレイヤーたちは危険な古代遺跡に乗り込み、お宝を探していきます。このゲームの目的は遺跡に潜入してお宝を集め、それを持って生きて帰ること。遺跡には強力な防衛装置が待ち構えていて、長くとどまるほど危険は増していきます。早めに切り上げて安全に脱出するか、危険を覚悟で奥まで進んでより多くのお宝を狙うか、この引き際の駆け引きがこのゲームの一番のスリルです。無事に持ち帰った物資は武器や装備の強化、そして母船の修理に使うことができます。仲間と声を掛け合い、ジェットパックで飛び回りながら危機を切り抜ける緊張感あふれる一本です。続いてのゲームはリアルな銃の操作で人気のシューターの続編、ホットドッグスホースシューズ&ハンドグレネーズ2です。2016年に登場した初代は VR トップクラスのリアルな銃の再現で高く評価されていました。これまでは PCVR 専用でしたが、今回の続編でついにメタクエスト単体でも遊べるようになります。このシリーズの面白いところは主人公が喋るホットドッグということ。見た目の緩さととことん本格的な銃の作りとのギャップが魅力です。メインは巨大な施設に潜入するモード。敵と戦って物資を集め、脱出して武器を強化すれば次はさらに奥へ進めます。施設は毎回形が変わるので何度でも新鮮に楽しめます。さらに銃の扱いに慣れていない人向けの練習場やじっくり撃ち込めるシューティングレンジなど、自分のペースで楽しめる遊び方も用意されています。撃って楽しい、集めて楽しい、ふざけて楽しい、銃の魅力をとことん詰め込んだ遊び応えたっぷりの一本です。続いては1920年代を舞台にした協力アクションゲームザ・ライトキーパーズです。プレイヤーの目的は夜ごとに海から襲ってくる怪物たちから灯台を守り抜くことです。このゲームは昼と夜で役割がはっきり分かれています。昼のうちは船で島へ渡って探索の時間、遺跡を巡って武器やお宝を集め、夜の戦いに備えて準備を整えます。夜になると海から怪物の大群が押し寄せてきます。集めた武器で迎え撃ち、手榴弾や回復アイテムを作り、灯台の守りを固めながら仲間と力を合わせて朝まで耐え抜きます。渡る島は毎回変わるので何度遊んでも新鮮。穏やかな昼の探索から一転、夜は怪物との死闘へとなだれ込む、その緩急がたまらない一本です。続いてはトランスフォーマーの VR シューター、その名もトランスフォーマービヨンドリアリティリダックスです。プレイヤーは特殊なパワードスーツを身にまとい、正義のロボットたちと肩を並べて悪のロボット軍団との戦いに挑みます。リーダーのオプティマスプライムなどおなじみのキャラクターたちと共に戦えるのがファンには嬉しいところです。遊び方は自分で歩き回るのではなく、乗り物に乗っているように道を自動で進んでいくスタイル。プレイヤーは移動を気にせず、目の前に現れる敵を撃つことだけに集中できます。このゲーム、もともとはプレイステーション VR 向けに出ていたタイトルで、今回初めてメタクエストで遊べるようになります。クエスト版では新たな要素も加わるそうです。憧れのロボットたちと肩を並べて戦える、ファンにはたまらない一本。クエスト版での進化にも期待です。続いては世界的に人気の強盗ゲームシリーズ、ペイデイの VR 向け完全新作、ペイデイエイシーズハイです。このゲームでは最大4人で協力して大胆な強盗に挑みます。プレイヤーたちはある大物実業家にはめられた強盗団の一員。その男への復讐を果たすため、次々と大仕事に乗り込んでいきます。狙うのは銀行や美術館、さらには高級マンションの最上階など、いきなり押し入るのではなく、まずは現場を見下ろして計画を立てるところから始まります。そしてここやっていうタイミングを見極めて一気に決行。仲間と連携しながらお宝を奪って逃げ切ります。武器やガジェット、スキルは自由に組み合わせができて、自分だけの装備を作れます。強盗で稼いだお金で新しい装備を開放すれば、さらに大きな仕事にも挑戦できるようになります。仲間と作戦を立て、息を合わせて大金を奪い取る映画のような強盗劇を VR で味わえる一本です。
続いてはおバカで楽しい VR カードゲームプライマルランブルです。集めるのはプライマルというどこか間の抜けた可愛いモンスターたち。手持ちのカードを組み合わせてデッキを作り、ソロや最大4人で対戦します。出すカードによってはモンスターの動きが決まるので、どの順番でどう繰り出すか作戦がものを言います。このゲームの魅力は現実の部屋がそのまま戦いの舞台になること。自分の部屋のテーブルに小さなモンスターたちが現れてドタバタと暴れ回ります。その様子を間近で眺めながら戦えるのがなんとも楽しいです。カードはなんと300種類以上。バトルに勝てば新しいカードが手に入ります。お気に入りのモンスターで最強のデッキを組み上げ、仲間とワイワイ盛り上がる、笑えて奥も深い癖になる一本です。続いては時間を操って戦う SF アクションゲームバレットタイムエージェントです。プレイヤーは企業の施設に潜入したエージェント。手に入れた不思議な力で時間をスローにしながら立ちはだかる警備ロボットを蹴散らし脱出を目指します。このゲームの醍醐味は何といっても時間を操るアクション。画面を埋め尽くす弾丸の雨も時間をスローにすればゆっくりと迫る的に変わります。その隙間を縫うように動き、パンチでロボットを撃破、強化ジャンプでレーザーを飛び越える瞬間も爽快です。待ち受けるボスにやられたとしても時間を巻き戻して何度でもやり直せます。スローモーションの中、弾丸をかいくぐって敵を倒していく、まるでアクション映画のワンシーンのような興奮が詰まった一本です。続いてはちょっと変わった設定のホラーゲームバンブーグローブです。プレイヤーが演じるのは発売前のゲームをチェックするゲームテスター。あるスタジオが作った新作ホラーゲームをテストプレイするよう頼まれるところから物語は始まります。ところがテストを進めるうちにゲームの中で説明がつかない奇妙な出来事が次々と起こり始めます。そして恐ろしいことに VR ゴーグルを外しても自分がまだゲームの中に閉じ込められていることに気づくのです。これは本当にただのゲームなのか、それとも逃げ場のない現実なのか。ゲームの中でさらにゲームを遊ぶうちにどこまでが作り物でどこからが現実なのか、その境目がだんだんわからなくなっていく、背筋がゾッとする一本です。続いてはカナダに伝わる実話を元にしたホラー脱出ゲームダガーウッズ VR です。舞台は1960年代のカナダ。主人公は3人の子供が雪深い森で突然行方不明になってしまった一人の母マギー。彼女はこの森に古くから潜むと言われる怪物の仕業ではないかと疑い、たった一人で子供たちを探しに森の奥へと足を踏み入れていきます。森に残された手がかりを拾い集め、謎を解きながら子供たちの行方を追っていく。やがて見えてくるのは、この事件がはるか昔に実際に起きた悲劇と不思議なほど重なっているという事実です。物語はプレイヤーの選択によって分岐します。雪に閉ざされた森の不思議な雰囲気の中、母親の必死の操作を追体験する。実話が元になっている分、リアルな怖さが胸に迫る一本です。続いては2人で協力して遊ぶパズルアドベンチャードーミエライラ&ゴーストです。主人公はライラという少女。彼女の一族は何世紀にもわたってある秘密を守り続けてきました。そんなある日、ライラは過去から届いた不思議なメッセージに導かれ、古びた美術館へと足を運びます。するとそこで彼女は不思議な幽霊と出会うことになります。このゲームは2人で協力して遊ぶのが特徴です。1人はライラを、もう1人は彼女に寄り添う幽霊ゴーストを操作します。2人で力を合わせて美術館に飾られた絵画の中へと入り込み、それぞれの絵に隠された謎を解き明かしていきます。絵の中に入り込み、2人で力を合わせて謎を解いていく。一族が守ってきた秘密とは何なのか、相棒と息を合わせて真実に近づいていく、しっとりとした雰囲気のパズルゲームです。続いては最大4人で戦う本格的な協力シューターガーディアンズ・プラネット・フォールです。舞台は人類の存亡をかけた銀河規模の戦争。プレイヤーたちは精鋭部隊の一員となり、自分たちの宇宙船を拠点に銀河のあちこちへ出撃していきます。このゲームの魅力は戦いの舞台の幅広さ。星図から次に向かう惑星を選んで出撃すると、降り立つのは灼熱の砂漠だったり、生い茂るジャングルだったり、凍てつく平原だったり、惑星ごとにまるで違う世界が広がります。地形は毎回ランダムに変わるので、同じ場所でも行くたびに新しい攻略が求められます。そんな過酷な戦場で待ち受けるのが群れをなすエイリアンや見上げるほど巨大な戦闘マシン。仲間と背中を預け合いながら激しい戦いを繰り抜けていきます。ミッションで集めた資源を使えば武器やスーツはどんどん強くなっていきます。さらに拠点である宇宙船そのものを強化することもできます。強くした宇宙船はピンチの時に上空から味方を援護する砲撃を放ち、戦いを助けてくれます。一人でも仲間とでもとことん遊び込めるスケールの大きな一本です。というわけで今回は VR ゲームズショーケースで発表された未発売の新作 VR ゲームを19本まとめて紹介しました。気になるタイトルは見つかったでしょうか。この中でこれ遊びたいっていうゲームがあったらぜひコメント欄で教えてください。いやー VR って本当にいいもんですね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよならさよならさよなら。